3月11日は、事務所にいたんですけど、事務所が中江にあってビルの3階にいました。で、耐震のその固定とかを一切してない棚が全て倒れてで、設計事務所なのでいろいろ模型があるわけですけど、それが全て壊れて、でパソコンとかもいかれたかなと思ったんだけど、後日確認したら大丈夫だったので、プライスレスな模型だけが壊れたという、そういう状況で一番悲しいんですけどね。で全部倒れてきて、電気も消えて、これはやばいなって言って、もうすぐ下に降りて、で余震もまたガタ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 来てたので、車を事務所に置いて、歩いて帰ろうと思いました。でその時は阪神・淡路の建物が横倒しになってる映像がすごく記憶に残ってたので、街を歩きながらちょうどいいやと思って、街中どれぐらいやられてるかなと思って歩きながらずっと行ったんですけど、思ったこと全然大したことなかったんですね。なんだ全然大したことねえな、これはもう今日中に電気復旧かと思いながら歩いて帰ったんですけど、ちょうど帰り始めたのが3時半から4時ぐらいで、うちも当然停電になってるだろうから、夜飯だけちょっと確保していこうと思って、途中のコンビニで何か買おうと思ってたら、コンビニにゾンビのように人だかりがあっちこっちでできてて、入れませんでした、一切。でおにぎりとかパンとかすぐ食べれるやつは全部売り切れで、かろうじてね、国見で入れたセブンイレブンで一応並んでみたんですけど、そこで買えたのが電子レンジで温めるご飯。使えません電子レンジで温めるご飯とマグロ丼みたいなやつ、山かけ丼みたいなやつで、一応でも大量に抱えて家帰りました。その途中ですごい雪が降ってきたっていうのが記憶にありますね。でその歩いていく途中ではいくつか古い住宅のブロック塀が倒れたりとか、壁が思いっきり剥がれたりとかっていうのはいくつか目にしてましたけど、阪神・淡路に比べると建物の被害っていうのは圧倒的に少なくて、これは大丈夫だなという感じで帰りました。で家に着いて、2時間ぐらいかかったのかな、5時から6時ぐらいですかね、6時ぐらいだったかな、着いたので、一応食料を確保してきたぞっつって、電子レンジで温めないまま冷たいやつを食べて美味しくないんですけど、一応腹だけは満たしたという状態です。でうちはオール電化なので、お湯も沸かせませんし、カセットコンロもなかったので一切何もできないと。でそうこうしてるうちに水が止まり始めましたよね、うちで。最初は流せたんだけど、出てたんだけど、だんだんなくなってきて、でピタリと止まってしまったと。これはまずいねっていうことになって、とりあえずその日はもうみんなで服を着たままいつでも起きれるようにっていうことで、真っ暗な中手回し式のラジオと懐中電灯が一応買ってあったので、それで情報を聞きながら、あんまり寝れないけど寝たという状況ですね。大体ね、気持ちの感じで言うと、最初の1ヶ月は動きたくても動けないっていう時期ですごく悶々としてたんですね。で多分そういう方多いと思うんですけど、特に建築専門にやってる立場なので、いろいろ応急危険度判定だとか、罹災証明のための被災判定とか、あと住宅相談とかね、そういったものがいっぱいあるんですよ。そういったものが最初の段階でガソリンもなくて動けない、バスも通ってない、どこにも行けないっていう、自転車もなかったので行けない状況で、あんまり参加できなくて、で非常に悔しい思いをしたんですね、1ヶ月ぐらいは。でその後は仙台市の方の市役所でやってた被災者相談みたいなところに結構何回ぐらいだったかね、15回ぐらい多分行ってたと思うんですけど、住宅相談ずっとやってて、でそこでいろいろ相談に乗ってあげたり、この住宅例えばひびが入ったんだけどこれは大丈夫かって聞かれて、明らかに大丈夫だったりすることもあるので、それでいろいろ教えてあげるとすごくほっとして帰ってくれたっていうのがあって、それが第2段階ですね。一応すごく困ってる人をほっとさせるっていう段階、応急処置に近い段階ですね。で3ヶ月も経って今第3段階に入ってると思ってるんですけど、これからの復興を目指して、何を仕掛けていくか、どういうふうにして他の地域からの支援を受けるか、もう避難所に行って物をもらってっていうことではなくて、自分たちのなりわいを確立しながら、住まいを確保しながら街を作っていくという段階に来てると思うんですよね。
でそこをできるだけサポートしていきたいということで、こういったところをやってるわけですよね。僕が言いたいのは、1000年後まで人間の知恵を残してほしいんですよ。というのはですね、これもちょっと話すと長くなるかもしれないんだけど、多賀城のところに多賀城成町がありますね。あそこのところで津波が来たという記録が残ってますね。貞観津波、869年に来てます。それは日本三大実録という、六国記って言われる日本書紀とかなんかそういう形の書物の中に残ってるんですね。菅原道真が書いたと言われている。で、明らかにそういうふうに残ってるわけですよ。1000年前は来たよと。ところが近代の科学はそういう伝承みたいなこととかをすごく無視をして、特にその地盤っていうか、津波が来るとき、津波が来ますのでそれの対策をしますっていうエンジニアリングの人たちというのは、地盤工学であったり津波工学であったり、そういう人たちですよね。そういう人たち、日本書紀ちゃんと読みますか、日本三大実録ちゃんと読んでこれを検証しますかって言ったらしないわけ。そこら辺のなんか学問の縦割りとか制度の縦割りが結局招いている部分の人災がすごく大きいと思います。だからそういう、人づての伝承であったりとか伝説であったりとかっていうことを1000年経ったらおそらくそういう形しか残らないです。そういうものをちゃんと残すようなうまい仕組み、ソフト、つまりそういうのを消さないようにするための努力ですね。そういったことをぜひ続けてもらいたい、続けていきたいというふうに思います。